ぜひご活用いただくと冒険が楽になります。はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は前回に引き続きアーククッキングとなります。今回お伝えすることに関してはカスタムレシピというものになります。こちら結構使えるようになるとですね、便利なものになってますので、割とですね、情報も上がってるとは思うんですけども、知らない人だと全く触ることがない可能性が高いものになってきますので、ぜひご活用いただくと冒険が楽になります。今後のアークライフにですね、少しでも役に立てればというところでお伝えしていければと思っております。こういった形で普段ですね、トラップ動画であったり、建築動画、あと冒険動画、こういった形でチュートリアルも上げていく予定になっておりますので、少しでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあればですね、ご評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。突然ですが、前回の補足となります。ちょっとコメントをいただきまして、あった方がいいなと思ったので、補足を作ることにしました。で、何かっていうと、調理鍋ですね、料理する場合に水がいりますよというお話をしてたんですが、実際水を汲みながら調理鍋で使うって結構大変だったりするんですね。通常であれば、料理作ります。水なくなりました。で、水汲みに行きます。差し替えます。みたいな流れになるんですけど、単純な話ではあるんですけど、効率よくできるようにですね、ご紹介させていただこうかと思います。まず、水を汲むというところなんですが、基本的にこういう水辺であれば、水が汲めます。こういう感じですね。だいたい足首ぐらいまで使っていれば、水汲むことはできます。こっちはないんですけど、ここぐらいまで。だいたいスロットに入れてると、色が変わるんで、わかりやすいかと。場所によって、たまにですね、水判定ないところがあったりするんですね。水見えてるのに。エクスティンクションとか、一部の川のあたりとかだと、たまに水流れてるはずなのに、水汲めないっていうところがあります。その辺に関しては、基本的に水辺で伏せることができないんですね。こういう風に。なので、その場合に関しては、伏せれるかどうか判定をしていただければ、大体できます。もしくは、こういう水筒とか持ってれば、色変わるかどうかっていうところで判定していただくと分かりやすいかと思います。実際のところなんですけども、若干高齢になりつつ、メディカルブリューを作ります。大体空きスロットがあると思うんですけど、一応ですね、1点、8加工おすすめで言ってたんですけど、染料ですね、作るときは、8加工レシピにするものがあるので、染料を作るときは藁で作った方がいいです。基本的にはどっちかというともう、量作るときはですね、こういう調理鍋で作っていただいた方がいいかと思うけど、染料数使うんで、ちょっとした、白とか8加工でいいんですけど、装備品とかの染色に関しては、調理鍋でも全然個数そんなに使わないんで、と思うんで、その時は、ちょっとレシピによっては8加工を使っちゃうと別の色になる場合があるんで、そこだけご注意ください。実際の料理の方になってきますと、水ですね、を、とりあえず入れます。今回10個スロット全部使ってるんですけど、こんなにはさすがにいらないです。料理作るにも時間かかるので、5個ぐらい入れて、火つけます。できるまでに時間があるので、しばらく普段であれば放置でいいです。ある程度時間の感覚、作ってれば大体感覚分かってくるんで、他の作業をしながら、水辺の拠点であれば、他にすることがあれば、こういう形で、できていきます。徐々にやってもいいんですが、こういう形で5本入れてたとしたら4本ぐらい終わった時にですね、拾っていただいて、で、代わりも掘り込みつつね。こういった形で入れ替えたら、閉じて、その場で水を汲んで、次を待つみたいな感じでしていただければいいですし、制作スピードを上げてこの処理をしてみるのもいいです。待ちながらこういう風にしてもいいし、まとめていってしまうのも一つです。少ない数とかでしたらこうやって3つぐらい用意してね。できたらこうやってやって、3つ目やってる時に踏んで入れ替えるみたいな感じですね。その場で組めるので、比較的効率よくできるよっていうものになっております。以上です。
では、カスタムレシピですね。簡単にカスタムレシピ何かっていうと、自分でレシピが作れるというものになっております。では、実際やっていきましょう。余談ですが、撮影用にライトを置いてみました。暗かったんで。まず、必要なものなんですが、前回もお伝えしました、こちらの調理鍋。工業用調理器具では作れません。調理鍋が必須になります。あともう一つ必要なのがメモ帳が必要になります。もちろん素材も必要になるんですけども、素材とメモ帳を入れます。で、ここにレシピ作成、もしくはサークルメニューの方にもレシピ作成があります。で、この状態で出てきますんで、まず、カスタムレシピ大きく分けて2種類あります。食料と飲料。それぞれデザインがありまして、この絵のところですね、に関しても、食料が3種類、水が2種類あります。今回生肉にしてるので、一旦これで作る。ね。何でもいいですし、各絵によって色が触れるところが変わってきます。色に関しては着色エリア選んでいただいて、何でもいいんで色を振っていただくというものになっております。これ紫入れると食欲なくしますね。あと水色とかね。ここは好きに色を選べるんで、一応元々あるやつ以外でもこの辺で色変えれますんでね。オリジナルの色を作ることもできます。すごいのができそう。次に付けれるのが名前になってまして、何でもいい好きな名前付けれます。説明文。完全にここに関してはフレーバーテキストになってます。メモでも何かプレゼントするときに一応出てくるので、フレーバーテキスト作るときに考えていただいてもいいです。何か主にプレゼントするときとかでもいいですし、何用とか自分でわかるようにしておいていただいてもいいかと思います。誰かにあげるよとかで名前つけといてもいいかもしれない。一回作ってみますね。はい、これで作ってみました。こういった形ですね。制作条件が生肉10個。今置いているもの。一応、レシピで素材は入れるんですが、なくなるわけではないので、そのまま残ってます。で、一応水分の方も作ってみたんですが、まず、回復ステータスが3つつきます。体力とスタミナはどちらも回復します。この1番目のところが変わってきまして、食べ物の方で作ると食料が回復します。飲み物の方で作ると水分が回復します。水分、体力、スタミナ。で、こっちが食料値、体力、スタミナが回復するものが作れます。ちなみにこれ材料で分かれてるわけではなくて、最初のレシピ選ぶところで分かれてるのでご注意ください。生肉で飲み物も作れます。それぞれ各素材にカスタムレシピに振られる数値が決まってるので、そこを参照にここの回復量が出てくるということになります。制作条件見ていただいた通り、飲み物の方は水ができます。食べ物の方は水が必要ありません。ここが違いになってきます。なので、食べ物の方に関しては、調理鍋でも気兼ねなく作れます。スロット制作スピードの問題はありますが、もう一個作るための注意点があります。さっき一瞬なったんですけど、レシピを書いている時ね、に、こういう形で、腐った肉と生肉っていうことになる可能性があります。このまま間違って作っちゃったりすると、腐った肉1個と生肉9個のレシピができてしまう。スタミナがマイナスになってますね。数が少ないんでこんな感じになる。マイナス値が入ります。基本食べ物でないものに関してはマイナス値が持ってる。生肉9個があるんで、これぐらいのマイナス値。なんで、ここの10個の時よりも数が減ったのもありますけど、マイナス値が入って数値が出るっていうものになってます。これに関しては、腐らないベリーとかに関しても数は減ってしまうので、例えば今のみたいに50個で作ろうとしている中で、49個で作ることにっていうことがあり得ます。これなんですけど、回復量10、体力7回復とかですね。使えないじゃんっていうところになってくるんですが、カスタムレシピを作る上でしないといけないことがあります。まず、ステータスになるんですけども、関わってくるのが、この制作スキルというものになり、今は初期の100の状態なので、作れるものがこのままになってます。そこで役に立つのが、前回お伝えしたマインドワイプトニックとフォーカルチリになります。マインドワイプトニックに関しては前回お伝えした通り、
エングラムポイントをリセットするというものですが、レベルも1に戻ります。確認が入るので、これで、レベル1になりまして、使用可能ポイントが130になりました。あとは全部リセットされている状態ですね。この状態で制作スキルをレベル1個で 10% アップできる。試しにレベル75まで振った状態やってみますね。この状態でレシピ作成。ちょっとわかりやすいようにデザインの方を変えとき作成。この状態で、もともと生肉10で作ったもの、作成スキル0の場合ですね。に関しては10回復だったのが97になります。要は97食料値回復するので、1個食べればほぼほぼ回復するような状況になります。ここでさらにバフをかけれます。このフォーカルチリ、移動速度と制作速度が上昇するとなっているんですが、基本的に制作スキルが上がると思っていただければと思います。食べますね。で、効果が発動して、もう一回レシピを作ってみます。3つ目に行きます。で、作成。これで、もともと10ぐらい。ここで97。で、ここで108になるので、同じ制作スキルぶりで効果が上がると。1ぐらい上がってますね。制作スキル 7.4 で、こっちが 8.4 になってますので、効果も上がってるというものになってます。ちなみにですね、こんがり肉で作った場合、青くしときましょうか。わかりやすく。効果は上がります。ただ、言うてもそんなになので、で、次、メジョベリーね。50個ぐらいで水を作ってみますね。メジョベリー50個で126回復するようになります。水分的に効率がいいのが、野菜になりまして、こちらでちょっとデザイン変え、このまま黄色で作って、今レモン使ってますけど、野菜4種類どれも能力は一緒です。それで作った場合、レモン3個で108回復する。十分な回復量に。ちなみに100超えても、そこで回復止まります。100回復すれば十分です。食料値とかに関して。では、いろいろ作ってみました。これがこんがり肉で作ったやつですね。144。生肉、通常のスキルで作ったやつ10ですね。この辺は見たやつからメジョベリー普通に作ったやつ。スキルで作って126。野菜に関しては3つで100超えます。で、どの野菜に関しても同じで、特にレモンでなくてもいいので、余ったやつを使いましょう。スティムベリーで作った場合なんですけど、見ていただいた通り、スタミナが回復します。一応、これ100個で899とかになって、こちらがレアマッシュルーム。これも水分と体力は全然回復しないんですが、スタミナが回復します。で216。ちなみにスタミナの最大効率はレアマッシュルーム。これがエレメンタルダスト。食べたら死にそうですが、実は優秀で全部同じぐらいです。10個で、これ水分の方でやったんですけど、70。全部同じ数字で。これ食料にしても一緒です。で、有機ポリマー。食料値80回復するんですけど、体力394減りますね。死にますね。肉100個で作ってみました。体力マイナス3592。耐えきれないね。みたいな。使うものによって、こういうマイナス効果のものもあります。割とドライブとか組んでたらね、間にこういうのを入れて、S レシピを作ってみるのも面白い。と思います。ちなみに、生肉実際作ってみますね。一方、別のものを作ってます。生肉40個で作るタイプの。生肉10個で作ったやつと40個で作ったやつ。すぐできるんでね。こういった形。これで何がしたかったかっていうと、で、それぞれできたんですけど、見ていただいた通り、重量が10個で作ったやつは 0.3 です。40個で作ったやつは 0.9 になってます。完全にかける4ではないんですが、作るもの、数を増やせば、もちろんステータスは上がるんで、回復量は上がるんですけども、ただし重量が高くなります。なので、極力少ない形で作るのがベストです。基本的には食料に関しては100超えるかちょっと手前ぐらい、この辺の97とかでも十分だと思う。ね。試しに、スティムベリーで作ったものに関しては100個使ってるんで、重量が1個で 1.1 あります。で、スタックとして1スタックが20になってます。これであれば6で済むんですと、
単純に9が20個あるんで、18になるんで、1スタックの量がかなり圧迫されます。ついでなので、作成スピードが速いので、水の補充が間に合わない状況が起こり得ます。特に今制作スキルを振ってるので、これ制作スキル上がると作成スピードも上がるんですね。で、一瞬でできるんですけど、問題点があって、水の補給が間に合わないっていう状況が生まれます。まあこれぐらいでいいんですけど、これですね、水分の回復量はレモン108、メジョベリーで126回復するので、まあ両方満タン回復する。まあちょっとメジョベリー多いんであれなんですけど、ただ1個の量が 0.2 と 0.6、3倍ぐらい変わってきます。単純にレモンで作った20スタックであれば 3.2 で済むんですけど、6で作った場合に関しては、重量、単純計算で10ぐらいにはなる。なので、極力少ない数で効率がいいものがいいです。まあ、おすすめとしては、こんがり肉焼く手間があるので、生肉で10個ぐらいですね。ステータス高くなってくると7個ぐらいでもできたりする。今これ75にしてる。75で10個でちょうどいいぐらいですね。レモンも3個でいい感じの量になります。もちろんステータスもっと振れば、レベル上げてですね、もっと振れば数を減らせるというものに。2個ぐらいで多分作れるはず。生肉も多分7個ぐらいとかで作れるように。変わってくるのが、重量が変わってくるっていうところがあるので、極力少ない量で100回復できるっていうものがベストです。食料として考えれば。ですね。ちなみになんですが、もう一つ利点の部分で、見ていただいた通り、これまあしばらく持ってるんであれなんですけども、腐敗時間が約2日持ちます。人の手でですね。でもちろん冷蔵庫に入れれば飛躍的に上がりますんで、200日ぐらい持つことになる。普通にまあ持ち出しても腐ってなくなるっていうことはそうそうないです。ここがまあこの利点でもあるんですけど、水分の方に関してもテック水筒ができたので、そこそこいらなくはなってるんですが、テック水筒が900入ってます。まあ1回飲んで100回復する。重量が4です。見ていただいた通り、20個、要は20回回復できて、重量 3.2 なので、重量的に考えると900分、テック水筒2個分で、さらに約3分の1ぐらいの重量で済むということになります。ただ、テック水筒の場合は、暖かくしたり冷たくしたりできるので、そこのバフがつくので、そこの違いが出てきますが、一応まだ、通常の水分としてはまだカスタムレシピの水分の方が利点はありますね。まあ、作るかどうかはお任せし。手間があるね。まあ、テック水筒はテック水筒で作る手間あるんですけど、一回作ったら補充するだけなんでね。で、ダメージを受けてみました。で、何がしたいかっていうと、このカスタムレシピに関してなんですが、食べます。すると、回復するんですけど、食料値もそうなんですけど、回復スピードに関しては徐々に回復するので、ボス戦とかには使えません。ただし、一つだけ利点がありまして、もちろん最大値まで行けば体力としてはそこで回復止まるのは一緒なんですけども、徐々に回復する分ですね、一つだけ利点があります。環境ダメージであると思う。寒いところであったり、暑いところであったり、そこで徐々にダメージを食らうのと相殺して回復するっていうのがあります。少し回復量高いものを作っておいて、山行く時とかですね、に使っていただくと、環境ダメージを相殺することができたりします。まあ、減り具合にもよるんであれなんですけど、ラグナロクのめちゃめちゃ減るところとかもあるんで、ちょっとどのあたりでどれぐらいっていうのは試してないんであれなんですけど、結構クリアできる場合もあるので、そこが利点になります。ちなみに生肉の場合は、食料値がマックスになると体力回復も止まります。ただ、カスタムレシピの場合は、それぞれのステータスになっているので、食料値マックスになると食料値の回復が止まります。スタミナマックスになるとスタミナの回復が止まります。で、体力回復に関しても、体力がマックスになると止まります。その違いがあるっていうところ。ね、徐々に回復と一気に回復。で、使い方が変わってくるようなイメージ。で、体力回復に使うことも可能です。ボス攻略の時は一気にやられるんで、一気に回復しないといけないので、まあ洞窟とかですね。まあメディカルブリューの方がいいです。毒の洞窟とかってどうなんだろう。毒ガスの洞窟系とかってどこまでカバーできる？今度何かのタイミングで試してみるのも
面白いかもしれない。試した人いればコメントいただければ嬉しいです。ちなみに余談になるんですが、制作スキルですね。上がるのが今のカスタムレシピの部分と、もちろん制作スピードも上がります。もう一つあるんですけど、よくあるレシピ思考なんで途方もない数になってると、通常作るとここに書いてある通り 152.7% なんで 152.7% のライフルができます。ただ、制作スキルを振った状態だと、スキルボーナスは結構ガチャ要素があって、もちろん制作スキルが高いほど高い数字は出やすいんですが、0が出る場合もあります。上限が変わるだけで、その中から数値が変わって出てくるというところになりまして、今回は 36.6 で 172% になります。こっち 33 点で 4.8 っていう時もあると。クリエイティブモードを使ってるんで、この状態で出してる。本当は思考を作ろうと思ったら、こんだけのアホほどな数集めて、制作振って、で、こうなると死にます。みたいな感じですね。まあ、そんなこともあるよという余談でございました。まあ、この辺のスキルに関してはまた次回ですね、詳しくキャラクターと恐竜に関してですね、ご紹介しようかと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。はい。では、いかがでしたでしょうか？結構冒険が楽になるカスタムレシピのご紹介でした。カスタムレシピに関しては、実際のところ、まあ、サークルメニューに出てくる部分はあるんですが、あまり情報として、アーク内に関してね、での情報ってあんまりなかったりするので、まあ、サイトとか見てね、攻略情報とか見て出る人はいると思うんですが、なかなか始めたてだと気づけない部分になってくるので、今回合わせてご紹介させていただいた部分と、まあ、アークライフ楽しむ上でですね、楽になる部分でもあるので、ご紹介させていただきました。まあ、ソロで出る分にはですね、まあ、必要なものを作るぐらいになってくるんです。トライブとかでやってると、まあ、さっき作ってたようなデスアイテムとかですね、いろいろ作ってみて楽しんでみるのも面白いかと思います。まあ、誕生日ケーキ作ってみたりね、食べたら死ぬみたいなね、みたいなのも面白いと思うので、クリスマスとかのね、プレゼントとかもできるので、いろいろ楽しんでいただければと思います。ちなみに公式ウィキの方で実際どれぐらいになるかとかですね、シミュレーションできるツールが入っているので、まあ前回同様 URL 概要欄に貼っておきますので、興味ある方は見てみてもいいかもしれません。また生肉バーガーとかであれば実際水を使わないので、調理鍋でもまだちょっと工業用調理器具が作れない86なんでまだ作れないよっていう時でも結構使えるので、水の方はちょっとしんどいですけどね、水汲まないといけないので、だいたいレベル75ぐらいで振り直していただければ10個で100皮引くできるので、ボーカルチリも使えばですね、まあ、そういった形で利用していただければいいかと思います。では本日は以上となります。まあこういった形でトラップ動画であったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルですね。まあ最強への道というサブタイトルのもとですね。今回はまあクッキングつながりでカスタムレシピご案内しておりましたが、最強に至るまでの必要な情報なども発信していく予定になっておりますので、まあ少しでも役に立ったよとか面白かったよっていうものがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。切りってきたので、とっとと終了します。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。